ゃんこプレイヤーの皆様こんにちは。あめあめのにゃんこ塾へようこそにゃ。今回は前回に引き続き豆知識動画第3弾です。今回であらかた紹介し終わりそうなので、おそらく豆知識動画は今回が最後になります。また何個固まってきたら紹介するから確定で最後ではないにゃ。質問などあったらお気軽にコメントお願いするにゃ。チャンネル登録してくれた方はコメントで知らせてくれたら飛んでいくにゃ。何個知ってた的なコメントもどしどしお願いします。それでは本題の豆知識をハイテンポで紹介していきます。一つ目、にゃんコンボには2体以上ガチャ3キャラが含まれていることはない。これは不当景品類及び不当表示防止法、通称、景品表示法と呼ばれる法律に違反する可能性があり、途中でガチャキャラを2体以上含むコンボが消されたり、修正されたりしたからにゃ。語尾がにゃのくせに何か難しいことを言い出していますが許してやってください。お前は後でぶっ飛ばすにゃ。まあとにかく、昔はあったけど今はないってことにゃ。無課金にも優しいガチャになったにゃ。当時実際にあったコンボの中には、ウルトラソウルズ5体で組むものや、ドラゴンエンペラーズ5体などで組むものもあったから驚きにゃ。効果もそれなりに強かったらしいにゃ。二つ目、キャラの出撃判定は指でタップした時ではなく、指を画面から離した時である。これは結構大事な話にゃ。完全に再生産が溜まってからキャラをタップするのではなく、溜まりきる少し前にタップすると壁などの量産キャラは最速で出すことができるにゃ。壁出しについてはまた詳しく解説するつもりなので、チャンネル登録して待ってていただけると非常に嬉しいです。そして、年内1万人も目指していますので、上級者の方もぜひ応援のほどよろしくお願いいたします。めちゃめちゃ宣伝野郎みたいになってるけど大丈夫かにゃ。お前はもっと日本らしく慎みを持つにゃ。猫が日本を語ってたら日本人の方に怒られますよ。怒られたらこいつを盾にするにゃ。本題戻るにゃ。3つ目、ステージ開始時に画面の真ん中に出るコンボ表示は、その黒い帯の右下のスキップで全て飛ばせる。これは知ってる人の方が多いとは思うんやけど、初心者の方もいるので紹介したにゃ。そのコンボ表示は大して邪魔なところに出ないから、僕はスキップしない時の方が多いにゃ。4つ目、スナイパーの与えるダメージは、白体力の 5%。知ってたからといって何かできることはないんやけど、白体力を上げる意味は2つあるってことにゃ。5つ目、ガマトとの猫目洞窟で集められるキャッツアイは、隠れアドで1個まで。猫目洞窟ってのはイベントごとと一緒にたまに開放される探検エリアのことにゃ。だから合計で4個取れたら最高だと思っていいにゃ。ちなみに猫ビタンの1時間と3時間は猫の目洞窟で使うのがおすすめにゃ。その理由についてはこの動画をチェックにゃ。チャンネル登録もぜひお願いしますにゃ。長年の目標だった1万人達成のために少しだけお力を貸していただきたいです。6つ目、ニャンコンボで研究力をどれだけ上げても、生産時間が2秒よりも短くなることはない。量産妨害や量産攻撃などには研究力は非常に効果あるけど、壁キャラとかはそもそも生産時間が短いからそこまで恩恵がなかったりするにゃ。少しは縮まったりするから完全に無駄ってわけじゃないから安心していいにゃ。7つ目、ステージ名の白い帯をタッチすると、勝利、敗北、いずれかを一度経験していれば出現する敵がわかる。敵が見れるのはほとんどの人が知ってると思うにゃ。けど敗北でも敵が見れるようになることを全員は知らないと思ったから紹介したにゃ。8つ目、レジェンドガチャの出現キャラ一覧の伝説キャラの中で、猫国王だけは存在が公になっている。他の伝説キャラは揃って薄い黒で塗られてシルエットだけになっているにゃ。国王は国王祭ガチャのバナーにもなってるから当然といえば当然にゃ。今回紹介している豆知識も Twitter でフォロワーさんに情報提供してもらったものが多いにゃ。本当にいつもありがとうございます。僕らの Twitter は概要欄からフォローできるにゃ。今後も動画のことで頼ることもあると思いますのでぜひフォローお願いします。もちろん面白いこともつぶやきます。そういうのは自分で言うもんじゃないにゃ。笑いを理解してない奴はこれだからダメにゃ。では今回の最後に面白い話をお願いしますね。そういう話じゃないにゃ。さっさと次行くにゃ。今回はそういうことにしておきましょうか。9つ目、ガマトと探検隊員の発見率は時間とは関係なく決まっている。最速で集めたいなら1時間の方が集まるってことにゃ。まあけど隊員は必死こいて集める必要はないじゃないから、そう悲観する必要はないにゃ。ちなみにカリスマ隊員とレジェンド隊員の出現確率は同じ 0.8% にゃ。信じられないほど低いにゃ。もう一つ教えていただいたのはレジェンド隊員解放後はカリスマ隊員が出なくなるってことにゃ。情報提供ありがとにゃ。10個目、キャラの生産位置は敵味方関係なく白の位置から少し後ろだが、敵の特殊白から出てくる敵の未敵白と全く同じ位置から出現する。これも一応知っておいた方がいいにゃ。特殊白ってのは前回紹介した劣化でも攻撃を与えられる白と同じ種類のものにゃ。普段の敵よりも前の方に敵が出てくるから一応気をつけるにゃ。今回の豆知識どうだったでしょうか。
情報提供してくださった方々本当にありがとうございました。そんな私の Twitter のフォローは概要欄から。チャンネル登録もよろしくにゃ。それでは今回はこの辺りで、ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でにゃ、エンディング。